剛先輩、よろしくお願いします。宗介、よろしく。ありがとうございます。はい、ということで本日もやってまいりました古原康久 TV よ。はい、ということでですね、皆さん今日はですねコラボ会なんですけれども、お待ちかね、あの伝説のレジェンド僕が32代目なので初代ゴレンジャーのレッド赤レンジャー誠直哉さんです。よろしくお願いします。はい、よろしく。よろしくお願いします。お願いします。いや、かっこいい。もうこれもう本当にね、僕このテンション今日抑えるのすっごい苦労しました。もう会った時からこのテンションだったんですけれども、うるせえって言われて嫌われたくなかったんで、もうずっとはいちょっと抑えてはいたんですけれども、本日どうかよろしくお願いいたします。よろしく。はい。ということでですね、誠さんにはですね、もうほぼ50年前ですね、秘密戦隊ゴレンジャー、この、歴史を紡いでくれた第一人者なんですけれども、海上剛の、魅力だったりだとか、いろんなことをね、聞いていけたらなというふうに思っております。僕が思う、ゴレンジャー、海上剛ですね、のちょっと像を、ちょっと、なんとなく自分なりにまとめてきたんですけれども、まず、海上剛ってものすごく熱くて、冷静沈着、そして人情にもすごい熱いっていう風なところがめちゃくちゃあるんじゃないかなっていう風に思いますね。はい。素晴らしいね。えらい評価いいな。いやいやいや、もう本当にザ王道のレッドでございまして、でも当時って誠さんおいくつですか？24、5だと思うな。見えない。あの渋さは一生出ません、僕は。24、5か。24、5ですよね。はい。で、あの時に、もう最初、皆さんね、もう見てわかる通り、白いスーツの角刈りなんですよ。もう本当に、これ、今の言葉で言うと反社会勢力みたいな、もう本当に当時いわゆるみたいな感じのいでたち、皆さん、子供番組ですからね、これ。はい。あれ、なんで白スーツで角刈りだったのかちょっと聞きたいんですけど。いやね、それはもう、全然意図はないんだけどな。はい。要は、その、子供番組という、その、認識が、俺の中でちょっと甘かったんだよね。いや、だって。あんまり理解をしてなかった。なるほど。だから、とりあえず、こういう、ヒーロー的なもんだという話は聞いたんだけど、はい。子供って純真だから、はい。な。真っ白な白のスーツにしようか。はい、なるほど。ほんでその時また俺の頭がそういう学生のまんまの頭してるっていうのもそのイメージ自分でないからさ、はい、まあいいやそれで行こうって言って一応衣装ができて、はい、で鏡に映ったらなんか頭はボード頭だしな白いスーツにこれは違ったかなって完全にどこかの若頭でした、ちょっと間違えたもう武器俺無知じゃなくてドスかと思いましたもん、あれはだからね全く俺のね理解不足だなこの番組。いやでもう早々に変わるんですよ、衣装が、緑色かなんかのスーツに早変わりするんですけれども、やっぱりあれは他の人の意見かなんかがあったんですか？いや俺が自分でちょっと違うなと思ってなるほど、画面を見た時にじゃあちょっとこうサファリっぽいので作ってくれてはいはい、それもまたどうかなっていうさ、いや全部似合ってましたけれども、ね、結局どうかなで最後はもうジーンズの上下でな、はい、もうかっこいいじゃないですか。まとめちゃったよ。やっぱなんか当時すごい体を張ってる印象はすごい強かったですね。いやね、そんな風に結構な今の人は言うけどね、はい、もうその当時はそんなことは大したことじゃないんだよ。どこの番組でもね、はい、それなりにその立ち回りがあったり、はい、いろんなアクションがあったりすると、はい、それぐらいの要求はどこ行ったってされるよ。なるほど、だからあんまりひどい時はねスタントマンをやっぱり用意してあるんだけど、はい、それでも結局同じことだからさ、人間がやることだから、はい、だからビルからビルへこう飛び移る時なんかな、はい、これはちょっと緊張したけどね、はい、やっぱり2メートルぐらいの間隔のところで10階建てのビルを隣へ移るってやつだな、はい、でこっちから狙ってんだけど誰が飛んだか分かりゃしない。まあそうですね、確かに。でもやっぱり
スタンドマンさんは来てるんだけど、はい、いや僕はやりますよっつって。新堀さんですよね、ゴレンジャーの。レッドは中入ってくれたのはね、はい、そうそうそうですよね。新堀君、それこそ新堀さんといったらもうやっぱね、ミスターレッドもレジェンドですけれども、もう当時はそれこそお若いし、多分結構怒られたみたいな話とかも聞いたりとかして、その大野県友会か、はい、の中ではもう本当に若手だったと思うよ。ですよね。なんか周りずいぶん偉そうにしてて、彼は結構「はいはい」って言ってたからな。本当ですか？そんなね、新堀さんも怖いイメージしかないんで僕たちからすると。みんなやっぱ気になるところはやっぱこの出演の経緯、どうやってそのゴレンジャーの赤レンジャーに選ばれたのかっていう、これはどういう風な形で選ばれたんですか？いやだからそれはこういう番組をやるからやるかいって言われたから、じゃあやろうかって。だからもう完全なるもう個人的なオファーってことですね、東映からの。そう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 。それまでじゃあ東映さんでそれこそ誠さんが何かやられてて、やったというかね、まあ映画はな、はい、ちょっとチンピラ映画みたいなのに出たりとか。なるほど。出てんだよ。まあ当時の確かに東映って、やっぱそういった映画とか結構多かったですもんね。映画からのゴレンジャーってこれシフトの仕方すごいですね。そしたらね。まあ俺がいたその事務所がやっぱりそれなりに関係があったんじゃないのかな。なるほど。一番最初にこのゴレンジャーをこれからやっていくんだぞって、まさかまあ今こうやって50年続いてるっていうふうには多分思ってはないと思うんですけれども、その時ってなんかどういった形でよしこれみんなで盛り上げていこうなみたいなのやっぱあったんですか？そんなことはないよ。そうなんですか？ただねやっぱりもうみんなやっぱりプロだからさ、はい、プロが集まってきてるわけだから、はい、まあ俺とモムレンジャーももしかしたら俺より先輩かもわからないし、どうなんだろうな、バクちゃんとかさ、はい、ミヤちゃんにしてももう要するにプロだから、はい、みんなで頑張ろうなんて何もない。なるほど。やっぱ一番最初だからみんなで頑張っていこうなおーみたいなスクラムみたいなのあったのかなと思いましたけどね。ないんですね。ない。確かになるほど。この海城剛を演じる上でやっぱ心がけたこととかってありますか？心がけたことな。まあどっちかというと俺はやっぱりその芝居があんまり器用な方じゃなかったからな。そうなんですか。そうやっぱりまだまだ未熟者だったから役者としてはさ、はい、だから子供番組というもの自体をなんか今一つ俺も理解してなかったんだよな。でやっぱり始まって初めてなんかこのいろいろ台本もらって台本読んだりしてるうちに取り組み方がやっぱり、対象はやっぱり子供だからさ、はい、きちっと心構えぼってな、はい、やらんとやっぱり子供っていうのは怖いからな。やっぱり純粋だからさ、はい、そういう子供に対してやっぱり俺たちの芝居がそうするとうまくやろうだとかさ、はい、器用に芝居しようとかっていう気じゃなくて、はい、要するに気持ちだよな。なるほど。要するに正しいことを正しい、やっぱり良くないことは良くないよっていうことを一生懸命やるってことだけだよ。なるほど。あんなもう小手先でどうのってことはやっても無駄だから、はい、君は今トラックに飛び降りたりとかさ、はい、危ないことを結構やってましたねって言うんだけど、はい、結局それも子供にはやっぱりどっか見えると思うんだよ。あの人違うんじゃないとかさ。確かにそうですね。そういうの一つどっかでちょっと違うものが見えると、はい、もう台無しになるからな。そうですね、ある種な、はい、本当はその撮影だから、はい、ちょっと意味が違うんだけど、はい、子供っていうのはそういう応用が効かないからさ。そうです、見てますもんね、よく。はい、だったらやっぱりできるだけ自分で全部対応しようとかさ、はい、そういうことに関しては今までこれをやるまでやってきた番組よりはちょっと違った目線というかさ、はい、意識ってのは
持ったかもから。そうですよね、だから少なくとも白スーツの時よりはちょっとずつ、それはだからなもうこれはいかんなってそうですよね、思ったわけだ。やっぱこうやるうちにな、やってるうちになんかちょっと違うぞっていうな。なるほど、ありがとうございます。最初のうちはやっぱりかっこよければっていうようなな、雰囲気で入っていったけど、違うそんなんじゃないなと思ってな。なるほど。赤レンジャーのその新堀さんのお話ちょっと出たと思うんですけれども、それこそなんか個人的な思い出だったりとか、新堀さんとこんなことあったなみたいなことってあります？バカ話でも全然大丈夫です。いやいや、彼はもう一生懸命だからな。でなんか偉いな、ダサい走り方すんだよ。新堀さんが嘘。そしたらな、俺を真似してるって言うんだよな。マジっすか？あ、そうか、俺の走り方こういう走り方してんのかと思ってな。俺はラグビーずっとやってたから、それでね、ラグビーの映像あるからさ、試合の時の映像とかでさ、それちょっとなんとなく冗談でこうあんな俺は走り方してたかななんて思いながら見たりしたんだよ。やっぱりね、そうなんだよ。ちゃんと新堀さん見てたんですね。そしたらタックルされてもね、倒れないような走り方するんだよ、やっぱりラグビーってのは。バーッと浮いていかないんだよ。普通走るとさ、こう足がこっちがつく前にこっち上げるみたいな感じで走るだろ。それしないんだよ、ラグビーは。常にこうやっていくんだよ。じゃあもう常に両足がついてる。だからいつタックル来られても、そういう走り方がやっぱりなってるんだよ。すごいですね。それをこいつすごいとこまで俺を見てそれからまた彼をやっぱりちょっと俺はリスペクトしだしてさ。いい話ですね。やっぱりありがとうなと思ってな。まあ冗談でだけど、お前走りなんだっつったら孫さこうやって走ってる。いや俺たちがほら撮影終わった後彼たちやってくれるから、あんまり接点がないんだよ、現場でも。それからなんか彼にはなんかないい相棒じゃないけど可愛いやつだなと思ってな。ちょっと親しくしたんじゃないかな。そうですよね。一つの役をやっぱ2人で作っていく上でやっぱそういった関係性ってすごい大切ですよね。やって失敗して初めてわかんだよ。何でもな。やっぱ彼たちは彼たちのそのプライドがあるから、やっぱりプロとしてのさ仕事だから、そうするとやっぱりどうしたらこの赤レンジャー誠直哉をかっこよく見せるかってことをやっぱり新堀君は考えてくれてるわけじゃないか。そうですね。そんなことはさ、でも思いもしないんだよ。やってる時はやって最初はな、もうそんなことはね全く別作業だと思ってるからさ、だからそういうのも一つ一つだから勉強だよな。いやそうですね。っていうな。いやそうか、まあ当たり前ですけどやっぱりね僕たちが通った道でもあり、やっぱそうやって気づいていく、やっていく中で気づいていくことってやっぱたくさんありますもんね。赤レンジャーのそのスーツアクターのこのやっぱ後期大場健二さんとの思い出なんかありますか？大場君とはねあんまりないんだよな。そうなんですか？本当に現場でも何回かぐらいしか会ってないような気がする。そうですか。66話までが王の剣友会、67話以降はジャパンアクションクラブがアクション。67話から何話まであるこの話。84。そんなもんだろ。やっぱり王の剣友会とはまた違うんだよな。なるほど。動きがねまた本当に違うんだよ。だからおおっていうね、こんな風に変わるんだって。でも変わるんだけど彼の赤レンジャーのそのイメージってあんまりないな。なるほど。じゃあ多分そんなもしかしたらやってないのかもしれないですね。撮影中にやっぱり僕たちの時代よりもどうしてもハードなので何かしらのアクシデントはあると思うんですけれども、一番のアクシデントって何でしたか？この足裏の骨が陥没したことが。
うわー、足裏の骨。陥没骨折みたいな。飛び降りて、はい、そこも要するにビルを取り壊した後だったんだけど、はい、基礎は残ってるわけで、はい、上は取っ払ってるけどな、そのコンクリから鉄骨がさ、うわ、痛っようそこに行くなってぐらいな、あんなのがこんなもんだろ、はい、そこがちょっとだけ出てるところにバッと置いた時にこの足の裏がさ、もう頭の中はギャーだったけどな。そうですよね、でもやっぱカットかかるまではやるいやそのまま仕事もして帰って行ったら「何これ陥没してんじゃん」って言われて、うわ 2,3 ヶ月痛かったな。いやー痛いよ、地味に痛かったですよね、でも続けるんですね、やっぱそこはもうね関係なく。そうだな。なんですかね、昔の方って言ったら言い方変ですけれども続けますよね。できなきゃやらないんだよ。なんとかしてできるとやるんだよ。だって俺ラグビーをやってただろ、はい、でラグビーの時足の骨がこう折れたという反対に曲がってさ、靭帯から半月板から全部割ったり飛ばしたりしたんだけど、足が要するに反対に曲がるわけだよ、はい、そうすると気持ち悪いから、はい、後ろにベニヤ板入れてさ巻いてさ、そうすると後ろ行かないだろそうすると気持ち悪くはないんだよ、痛いけど。なるほど。だからそれでだから半分試合したよ。うわー、いやもうこれ気合とかじゃなくてもだからその代わりその場面だよな、はい、やっぱりそれはもう全国大会の決勝だったから。ああなるほど。花園でさ、はい、もうこれが最後だし、はい、俺は3年だし、はい、もうこれ最後の最後でこの花園だったから、それも決勝だから、はい、まあいいやと思ってね。まあそれで頑張ったんだろうな、まあ、結局それで俺はもうラグビーができない足になったから、それが最後。なるほど、ラグビーできなかったけど赤レンジャーめちゃめちゃやってましたね普通に。そう全然分かんなかったですけどね。大学時代は暇だったからな、休憩を取れたんですこのシーンがすごいきつかったなとか苦労したなとかってありますか？そんなにはなかったけど、もうどうにかしてくれよと思ったのは、タンカーが止まってて、タンカーで、はい、まあそんな大型船でもないんだけど、はい、それはロープでビャーこっちから引っ張ってんだよな、はい、動かんようにさ、はい、それがまあ2本こう行ってんだけど、孫さんこれで向こうまで行けないですかねって言うんだよな。あれもしかして綱2本でこうやって歩いてるあれですか？上持って1本に乗ってなありましたね。あれめちゃめちゃバランス取りづらそうでしたよね、あれね、まあできないこともないだろうけどと思ってところが撮影っていうのはな、はい、タタタタはい OK 終わりじゃないからさ、ああでもないこうでもないちょっと待ってくださいとかさそれありましたね。もうちょっと暖かかったらこのまま下落ちるけどなと思って10話赤い風船風速 100m の時に海上剛船につながる2本の綱を渡る綱渡り。なんだそれ。これ僕がメモってるんですけど。そういうことか、はい、あれ大変そうでした。確かに。いや大変でもないんだよ。本当ですか？大したことはないんだけど、はい、あの状態でずーっと撮影いや待ってんのかな。嫌ですよね。早くしてくれよ揺れますしね、本当に。僕も出させていただいてるんですけれども、ゴーカイジャーで、まこさんが最後の方にですね出てくるじゃないですか、はい、それこそ時のなんかエピソードとかってありますか？何にもないどういう風に出てきてとかなんかもう撮影所で定位置立って、はい、セリフを言ってくれて、それだけだ。あれはその時彼がきっとあったのか。いやいや五代さんですか？五代そうですね。五代さんもその時にそう出てます。五代さんとあとうちのねシルバーも出てます。それに五代君も出てんのか？出てます。そうだ。じゃあ現場でな撮影してたら多分
彼が来たような気がする。そうですよね。五代さんって実は今回その誠さんといわゆるこういったご縁をつなげてくれたうちの一人でもありまして、僕が実際に誠さんにお会いしに行った時に誠さんがですね、ちょっといたずら心で「五代君お前知り合いなのか?」っつって「ちょっと電話してみろ」って言って誠さんが僕が五代さんにですね電話をかけさせてもらって、そしたら誠さんが「五代君俺が誰かわかるか?」って誠さんが言ってそしたら五代さんが2秒くらい一瞬止まって「誠さんですか?」って言って、あれはすごかったですね。でもね、五代さんも僕何にも言ってないのに「誠さんですか?」って言ったらすごくなかったですか、あれは。実はだから五代さんとは、こうやって誠さんと、縁があったと。で、五代さんと誠さんはその昔特捜最前線で実はご一緒したりとかもしてるんですよね。はい。今共演者の方と交流ってありますか？いやー、ないな。もう50年経ちますからね。この間まではなんかモモレンジャーとか鹿沼恵里ちゃんって言って、はい、いたんだけど、はい、いるんだけど、はい、何回か会ってたよな。まあ宮ちゃんともこの間というかもうちょっとなるな。しばらくぶりに酒いっぱい飲んで。いやー、宮内さんとのコンビもすごい良かったですよね、本当に。ミドレンジャーが伊藤君が最近なんか合わないな。なんか元気にはしてるらしいけど。いやでも僕はやっぱそのゴレンジャーの時の会場がだいたい下からで、新名宮内さんが上からもう会場新名っていうこのやり取りはすごい良かったですし、なんか二人っていうのは言葉を交わさなくても何かで通じてるやっぱ絆みたいなのをすごい感じましたね、特に。新名がやっぱその会場における信頼感、この二人の信頼関係ってめちゃくちゃいいなって。で、この赤青の信頼感が後の歴史に紡がれて赤青コンビっていうのはずっとここを基礎としてバディを組んでるのかなっていうふうに思いましたね。はい。本当にでも誠さんたちが紡いでくれた時代のおかげなのでありがとうございますとしか言いようがないんですけど。どういたしまして。50年か。50年です。やっぱりもう誠さんたちがやっぱ初代っていうことなので確実にまた来年ピックアップされると思います。来年の戦隊の名前何だと思います？来年か。来年です。50年か。はい、50年です。50にちなんだ名前です。そうだろうな。はい、何だと思います？ちなみに。お前昭和ってお前すいません。お前もう大体そこまでお前俺が生きてるかどうか。生きてますよ、もちろん。変身をできるエネルギーはないだろう。いやいや、来年がでも50周年なんですよ、誠さん。どうですか？こんな続くと思いましたか？俺も若い気でおるから若いです。あれだけどやっぱりね。今回の動画は鍋さんの提供でお送りいたしました。ご支援いただきありがとうございます。チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。